明けましておめでとうございますよすけです。昨年の8月から始めたミニ四駆。たくさんの人に見てもらえて、とっても嬉しかったです。年始なので、今年の目標でも言っちゃおうかな。ズバリ、ジャパンカップ優勝です。ではじめに、JCJC を制する者は JC を制すの精神なので、ルール有用 JCJC を制したいと思っています。ルール有用でアウトローたちをぶっ飛ばす。果たして、この夢は叶うのでしょうか？ルール有用の自分ルールはこうなっています。④が最も重要ですね。無用の動画もたまには上げるつもりなので、その時はよろしくお願いいたします。ということで、アウトローたちをぶっ飛ばす算段を、奴らはリポとかいう魔法を使って、やたら速いので、Y のアバンテちゃんも平面速度を向上させる必要が、何か、素晴らしいアイデアはないものか。皆さんはバイクという乗り物を知っていますか？そうです。タイヤが2個ついた一輪駆動車です。バイクという乗り物、どうやって曲がりますか？イグザクトリー、タイヤを傾けて曲がりますね。なぜ、タイヤを傾けると曲がるのか。それは、タイヤの内側と外側で円周が異なるから。一方で我がアバンテちゃんはタイヤが平面。かつ、デフロックという悲しみを背負っておられます。つまり、タイヤを傾ければ勝手に曲がるんじゃね。ということで、早速計算してみませう。JCJC のレイアウトはこうなっていて、カーブの外側の半径は721ミリのようです。幅10無のタイヤが通る軌跡から距離の比を計算すると、タイヤの大直径と小直径、角度が求まります。ざっくり計算すると角度は 1.3 度になりました。いざタイヤ加工をしてみませう。新品一部中古のタイヤを3セット用意して、手動ヤスリで角度をつけていきます。はい、ヤスリ協会会長のスケで次でも無理ですね。ということなので、召喚魔法 3D プリンター。こんなジグを作っておきました。片面に 1.3 度の角度がついているので、こんな感じでヤスリを挟めば角度がつきます。あとはタイヤを削るだけの簡単なお仕事。これ発見しちゃったんですが、高浸透パーツクリーナーを使うと綺麗に削れます。いろいろ試したけどこれが一番でした。若干の煙と柑橘系のウイニを我慢できるという人は、使ってみるのはいかがなものなのでしょうか。はい、できました。まずは比較用の平面のタイヤから。これは真っ平ら、カップもないでしょう。次は 1.3 度の角度がついたタイヤ。これはわかりづらい。なので、2.6 度も用意しておきました。これは一目瞭然、真の目で見なくても、角度がついているのがわかります。でも、タイヤに角度をつけても車体が傾かないと、安心してください。Y のアバンテちゃんは Z ローラーシステム搭載、上段と下段のローラー幅の差によって、カーブでいい感じに傾いているはず。つまり、Z ローラーシステムと台形タイヤの組み合わせ。ヨスケはこれを、バイクみたいに、カーブを曲がる、システム、略して、DCS と名付けます。これはもう、天下を取ってしまったのかもしれない。その他のセッティングはこうなっています。ヨスケ史上 JCJC 最速のセッティングですね。ゴムなしゴムリングはルール違反遵守。なので常闇の縁に捨ててきました。いざ実装、まずはフラットタイヤから。だいたい1秒ぐらいでしょうか。3周だと3秒なので、アウトローたちの2秒に対して1秒のビハインドか。とりあえず逆周して平均を取ってみようと思います。お次は 1.3 度のタイヤ。目視では差がわからないですね。とりあえず逆周してみます。最後は 2.6 度のタイヤ。これも差はわずかなようです。
とりあえず逆襲してみます。結果発表の前にカーブのスローモーションを比較。もう一回。予想通り、カーブで Z ローラーシステムは、車体がわずかに傾いているように見えます。つまり、BCS は機能するはず。ということで、運命の結果発表。Y の JCJC 最速理論に間違いはない、はず。こんな結末があって良いはずがない。きっとあのアウトローたちが遠隔でデバフをかけたに違い